はいどうも。今回はこちらのサーマルカメラを修理していきます。メーカーはハイクビジョン。型番は長いですが DS-2TP31B-3AUF ですね。例の感染症で使用されたものの故障ジャンクみたいです。購入はヤフオクで複数あるものの中から発送になるため故障ジャンク以外の症状はわかりません。それでは開封していきます。箱はこんな感じ。スペックはこんな感じになっています。ハンドヘルドサーモグラフィーカメラですね。箱はところどころダメージありますね。箱は磁石でくっつく箱ですね。箱が何気に豪華ですね。中身はこんな感じで本体だけになります。これは空気ですね。空気はいらないんですけどね。こちらが本体になります。特に大きな破損ないですよね。外観を詳しく見ていきます。まずは画面側ですね。この部分に小さな傷がありますね。他は特にないですね。左側面も綺麗。右側面も綺麗。正面。この辺に打痕がありますね。で、トリガー。底面に三脚の4分の1のネジですね。があります。上面にゴムキャップがあります。開けると、ジャンクリュー、これかもしれないですね。SD カードスロットの隣のマイクロ USB コネクタがなかなかとんでもないことになっています。拡大すると、こんな感じですね。刺したまま落としたりしたんですかね。コネクタ効果で治るんだったら結構楽かもしれないですね。刺さるかはわかりません。ケーブルを刺してみます。刺さらないですね。コネクタがグラグラです。まずはこのコネクタをどうにかしたいと思います。これ以外は特にないですしね。ということで早速分解していきます。見た感じ見える部分にネジはないんですが、ここにめくらがあるのでこれを取ってみます。ここにネジが2個ありますね。まずはこれを外します。ネジを緩めたので外せるか試してみます。これはまだどっか止まってますね。セオリーでいけば画面パネルの下側にネジがあるんじゃないでしょうかね。というところの画面パネルを剥いでいきます。なかなか強力に張り付いてるみたいですね。これは少し温めようと思います。温めるのに使用するのはこちら。コンセントなんて読むんでしょうね。温める台です。温度は約70度に設定しておきます。シリコンのシートを引いて、こんな感じでしばらく置いておきます。15分ほど加熱したので剥がしてみます。これで剥がれればいいんですけどね。ピックでなんとかならないですかね。読ますかね。ピックが回ってしまいますね。アルコールを入れてみますか。IPA をこの隙間に流し込んでみます。
きましたね。浮いてきてますね。あとはこちらのプラスチックの方で。ようやく取れました。全体に両面テープついてますね。これぐらいだったら多分再利用できると思います。そしてネジも1、2、3、4箇所ありますね。これは多分違うと思います。4箇所ネジを外します。これで開けばいいんですけどね。開きそうですね。開きますね。フラットケーブルとコネクタが1本ずつある感じですね。これはトリガーのコネクタでしょうね。外します。これで画面側とカメラ側が分解できました。こちら側は多分問題なさそうですね。まあわかりませんけど。さらにこちら側を分解していきます。まずはバッテリーを外しておきます。基板を外してしまいます。基板はこの4箇所ですね。これで外れると思うんですけど。あ、もう一個ここにネジがありますね。5箇所ですね。これで外れますね。マイクロ USB のコネクタ落ちてきましたね。これが原因だったらありがたいんですけどね。こちらが画面。コネクタがこんな感じでついてたやつが抜き差しで取れてしまったんだと思います。このコネクタはピンが2本ほどなくなってますね。これは使えないですね。パターンは無事っぽいですよね。どっかからコネクタを持ってくれば使えそうですよね。合いそうなコネクタがあればいいんですけどね。とりあえず画面を外してしまいます。画面はこのコネクタですね。画面も両面テープで貼られてますね、多分。本当は液晶にアルコールは使いたくないんですよね。やめときましょう。こんな感じのフィルム入れて、なんとか剥がれるかやってみます。こちら側は剥がれないので、アルコールを少し入れます。ようやく画面が剥がれました。画面が無事だといいんですけどね。まあ、電源が入るか確認忘れたので、どっちなんですかね。わかりません。無事なことを願います。ようやく画面が剥がれたので、さらに、この黒い枠ですね。これを剥がしていきます。こちらに熱をかけた時に溶けないようにですね。画面が剥がれてしまったので、こちらは楽だと思います。そんなことないですね。これも同じ両面テープでしょうね。かなり強力で止まってます。
口の中に取れましたね。問題のここですね。見た感じ、剥がれはなさそうですよね。この辺がちょっと怪しいですけどね。一度ハンダを持って掃除してみます。一応こんな感じでパターンの掃除が完了しました。穴の中にどうやらコネクターの足が多少残ってしまっているようなんですね。これが外せないですね。2箇所パターン剥げてしまってますね。とりあえずこれに合うコネクターを探してみたいと思います。交換用のコネクターを見つけてきました。以前コネクター単体で買ったと思ったんですがなかったので、この基板から拝借します。リチウムイオン電池の充電基板ですね。充電基板なんですが、安全用のチップがないので、使わず放置していたものですね。このコネクタがちょうど合いそうなので、このコネクタを拝借します。完全には一緒ではないですけどね。つけばいいという方向で、ヒートガンを使ってコネクタを拝借します。取れました。結構綺麗に取ることができましたね。ある程度似てる感じじゃないですかね。こちら側が外れてしまった元のついてたやつですね。こちらが今取り外したものです。元の方は下側に足が出てるんですよね。外した方には足がないので、こちらですね、この2箇所にうまくハンダ付けで付けたいと思います。一応この部分の穴もありますが、プラスチックでできてるんですよね、こちらの足。なので、この穴は無視して付けることにします。ということで、もともと付いてたコネクタに合うように、拝借してきたコネクタを少し加工します。見えにくいんですが、この足がちょっと邪魔なんですよね。出っ張りっていうんですかね。位置合わせ用の。これで出っ張りがなくなりましたね。パターンにしっかり密着できると思います。大丈夫そうですね。パターンにしっかり密着できています。では、ハンダ付けをしていきます。ちょっと向きが逆なので、基板の向きを変えますね。うまく乗せた状態でなんとかハンダ付けしてみます。
位置的にそこそこいい感じになったので、このままつけてしまいます。コネクターのここの隙間ですね。この部分に一応ハンダ付けをしたいので、ギリギリコネクターのこの辺にハンダゴテを当てて加熱してみます。仮付けが取れなければいいんですけどね。隙間のあったこの部分、しっかり密着できたので、裏側のハンダ付け OK だと思います。次は仮止めのこの部分、しっかりハンダ付けをしていきます。その次にこの左右ですね。をやっていきます。端子部分をハンダ付けてきました。肉眼でちょっと見えないので、ここで拡大していきます。カメラ側だと簡単に拡大できるんですけどね。一番右側の端子2本がブリッジしてるので、直しておきます。で、どうでしょう。これでブリッジが解消されましたね。コネクタの左右を固定しておきます。足はないんですけど、この部分ですね。本来足が刺さるはずの穴と外装部分をなんとかハンダ付けできるかやっています。これは無理ですね。清掃します。これで清掃完了ですね。次にショートがないかテスターで見ておきます。グランドデータ線一見大丈夫のように見える一番右側ブリッジしてるんですね。これを解消します。思いっきり手前部分で繋がってますね。離れた位置から見てるので肉眼だと見えないんですよね。今度は大丈夫そうなので再び確認します。大丈夫ですね。これでショートは消えました。再びコネクタを閉じしておきます。これでコネクタの取り付けは完了ですね。原因がこれだけならこれで直っているはずです。そうだとありがたいんですけどね。とりあえずコネクタをつないで充電だけしてみます。
充電は安定化電源に使いますね。ショートしてたら怖いので。こちらの先が安定化電源。これがコネクタになります。片方は差し込みになっています。設定は 5V0.1A になっています。回路自体が無事ならこれで多少消費するはずなんですけどね。繋いでみます。全く変化ないですね。バッテリーがないとダメな可能性もあるんですよね。こちらにバックアップ電池があるので、この電圧が上がっています。ほぼゼロなんですよね。これが充電式で充電できればいいんですけどね。そして起動に必要なのかもわかりません。とりあえず一回組み立ててみます。メインバッテリーをつながないとダメっていうこともあるので、ついでにこのバッテリーの電圧を測っておきます。赤と黒がプラスマイナスでしょう。と仮定して測ってみます。ほぼゼロですよね。これが充電できるかが問題ですね。一度組み立ててみます。これで仮組み OK ですね。内部もネジが止まってないのでちょっとグラグラしますが、コネクタもいい感じの位置に収まっています。この状態で接続してみます。無反応ですね。ショート状態にすらならないという。少し上げてみますね。一か八かの2アンペア。反応はないですね。充電するとこの辺が光りそうなもんですけど。安定化電源に反応もないので、ショートすらしてないみたいですね。もう一度バラして、コネクターにちゃんと電源が来ているのか確認します。こんなので測っています。プラスとマイナスしかないやつですね。マグネットケーブルで使われるものですね。もう一度コネクタを接続してみます。安定化電源ではなく普通にアダプターから 5V が来ています。接続してみます。光りましたね。安定化電源がダメだったのかどうなのかわからないんですけどね。とりあえずこれで組んでみます。両面テープはある程度くっつけばいいので再利用ですね。特に追加はしません。これで動くかはわからないんですけどね。画面を清掃します。これで綺麗ですね。
ちなみにこちらのクリーニングクロス、ダイソーに売っています。ネジ止めもしてしまいますね。ここまで組み立てたので、このままコネクタを接続してみます。これでどうなるかですね。一応閉めておきます。コネクタの収まりはいい感じですね。では接続してみます。見にくいですけど、これ充電ランプ赤く光ってますね。このまま電源を入れてみます。とりあえずは入らないですかね。アダプターでは消費量がわからないので、安定化電源に接続してみます。安定化電源だとなぜか充電しないんですよね。これは不思議ですね。アダプターだと充電するんですよね。謎すぎますね。安定化電源だと充電が反応しないので、こちらで測ってみます。USB の消費電力計ですね。こちらはインプット。AC アダプターから来ているコードをつなぎます。アウトプットに充電するケーブルをつなぎます。他のものを挟んでも充電反応しませんね、これ。やはり直接つながないと反応しませんね。このまま放置します。1時間放置しました。これで電源が入るか試してみます。充電はしっぱなしですね。入りますね。しっかりと反応してるんじゃないですか。手が映っています。充電ができてバッテリーが無事ならコードを抜いても電源が入ったままになると思います。コードを抜いてみます。バッテリーがないって読まれますけど、電源入ったままですね。これはバッテリー来てますね。一度電源を落として組み立ててしまいます。で、ゴムキャップを閉めます。メクラです。剥がすのに苦労した正面パネルです。これを貼っておきます。画面にホコリがあるので、ホコリを飛ばしておきます。で、正面カバーを閉じます。正面パネルを清掃しておきます。無理やりコネクタを挿したんでしょう。この辺のプラスチックがめくれ上がってしまってますね。これで OK ですね。しっかりカバーも閉まりになります。改めて電源を入れてみます。入りますね。
バッテリーがないので怒られますが、ケーブルをつないで動作確認をしておきます。充電もしっかりなりますね。切ると赤くなってオンにすると充電開始になりますね。簡単な熱源として手ですね。手を見るとこんな感じです。台に手を当てて離すと手の当たる部分に熱が残ってますね。固定して使用するとこんな感じですね。両手が使えるようになります。ハンダゴテの熱ですかね。で、電源を入れてみます。こんな感じでわかると思います。ハンダゴテ自体の温度は320度ですが、このサーマルカメラ人間用なので50度が限界になります。そして基板を見る際なんですが、こんなレンズ。赤外線は通すレンズですね。ちなみにこれレーザー加工機のピントレンズになります。使用するものに合わせて正面にテープで貼り付ければピントの合う距離が調整できると思います。基本的にはこんなもんですね。こんな感じ。貼るのはセンサーの窓部分に貼ります。合わせるだけでも OK ですね。テープで簡単に固定します。レンズのおかげでこれだけの距離で見ることができるようになります。レンズがない状態だと、この距離だとピント合わないんですよね。ピント距離がこれぐらいになります。純正パーツでこのレンズ買うと1万円とかするんですよね。安くても3000円ぐらいですね。このレンズ700円なので、かなりお得になると思います。そしてもう一つのレンズ。こちらもピント距離が少し違います。少々大きいですけどね。先ほどより少し離れた位置からピントが合うようにできます。がこのレンズですね。こちらのレンズも1000円ほどですね。ということで動作確認も完了です。これで発熱箇所とか分かりやすくなるんじゃないですかね。動画は撮れないんですけどね。静止画でも十分使えると思います。見ながら使えば動画みたいなもんですよね。ちなみにトリガーは画像保存ですね。SD カードが入ってないので、押してもカードを入れろという表示しか出ないですけどね。ということで今回は30カメラの修理をしました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や DIY をしています。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた。